皆さんこんにちは、ひろしです。前回の動画はいかがでしたでしょうか。今回ご紹介したいのは、プレイヤーなしの編成で魔獣戦3層を攻略します。びっくりするくらいの火力を出せます。今まで、紹介した編成に負けないくらい5ターンキルしやすいです。闇メリの特殊戦技によって、3-3の敵がステイアップ後の安定さも抜群です。今回も同じく皆さんに真似しやすいように、なるべく陣機を外したり、ステータスを低くしてます。特に私のフレイは必殺レベマックスなので、最大限に攻撃力を抑えてます。腕は攻撃力盛りで、ウィングは繰りだめ盛りです。満足のできる動画になると思いますので、よかったらぜひ最後まで見てみてください。早速ですが、装備などについてご紹介します。この編成はフレイ、ゴウセルの生物は絶対必須です。今回少し特殊なのはメゲルダの首飾りとベルト以外は借り物装備です。陣機も2つずつ外しています。なるべく私と同じくらい、もしくはこれ以上に防御力と HP を上げてください。なお、闇メリとゴウセルも、ウィングは借り物装備で、耳飾りとルーンを R 装備にしています。メゲルダのルーンはおなじみの回復率盛りで、さっきも言ったように、フレイの腕は攻撃力盛りで、ウィングは繰りだめ盛りです。AF カードは鹿のセットカードです。それでは一層の立ち回りについてご説明します。まず、この編成は闇メリの特殊戦技によって、味方を守られますので、各層の序盤は毎ターン単体札を2枚以上切ってください。2ターン目に、ゴウセルの生物効果を発動できるように、初ターンはゴウセルデバフ、メゲルダ単体、フレイ切削、闇メリ貫通札を使ってください。この編成を使う時の注意点は、メゲルダの特殊戦技によって、ゴウセルの生物効果はすぐ発動してしまいますが、タイミングが重要になります。2ターン目、ゴウセルの生物効果を発動し、必殺を貯めます。今回はたまたま敵がデバフを攻撃してこなかったので、次のターンにメゲルダは自分の必殺技を使って、敵を倒したら全回復することができます。3ターン目、メゲルダとゴウセルの必殺で敵を倒します。ゴウセルの必殺レベが低い人は効果力の札を使ってから、メゲルダの必殺で敵を倒してください。1-2です。1-2の敵は受けるダメージ減少のバフが3つついていて、2つくらい解除しないとダメージが入りにくくなりますので、フレイの構え解除と闇メリの必殺技を使ってから効果力の札を使います。2ターン目、札整理をしながら敵を倒します。1-3です。軽く攻撃してから次のターンに敵を倒します。バフがなかった場合はなるべく各キャラに1枚攻撃札を残して、次のターンに全員が攻撃で HP を回復してから敵を倒します。
ラストターン、和風で回復してから敵を倒します。一層クリアです。太陽は沈んでもまた昇る。続いては2層です。2の1は敵が全体腐食と弱点攻撃の攻撃パターンで HP が激しく削られますので、メゲルダのバックダーを節約するために3ターン目にバッ解除の性能を持つ闇メリの必殺技を使って敵の不死効果を解除してここを抜きます。初ターンは1層と同じく味方のゲージを上げながら単体札2枚を使って闇メリの特殊戦技を貯めます。2ターン目、メゲルダのバフで浄化し、闇メリの必殺を貯めます。ここはなるべく、ゴウセルの生物効果を発動しないように気をつけてください。次のターンに生物効果を発動したら、味方は攻撃で HP を回復しやすくなるし、いいのに入った時にも敵の HP を削りやすくなります。3ターン目、味方が攻撃で HP を回復してから闇メリの必殺技で敵を倒します。今回のようにデバフが1個しかついていなくて、残り HP が割と多かった場合は、和風を使わなくてもありだと思います。2の2です。2の2は1の2と同じく敵が受けるダメージ減少のバフが3つついていて、構え解除のスキルでバフを解除するたびに、1ターンの間に感染効果がつけられます。また、もし一気に敵のバフを3つも解除すると敵に与えるダメージ増加の効果を付与してしまって、一瞬で全滅されてしまいますので要注意です。目がくらむだろう。2ターン目、このターンから敵は2ターンごとに構えます。フレイの銀構え解除札と闇メリの必殺技で解除できます。この変形は敵の構えを解除できるのと必殺技を止められるキャラは2体もあるので、フェーズ3で使う予定のバフが2枚来るまでになるべくゆっくりやってください。3ターン目、構え解除してから敵の必殺を止めます。あんまり敵の HP を削りたくないので、和風と構えを解除する前に、先にフレイの必殺技を処理しました。4ターン目、フェーズ3で使う予定のバフがなかなか来ませんので、ゆっくりやります。5ターン目、もう札整理ができませんので、ゴウセルのゲージを4つにして敵を倒します。
です。ゴウセルの生物効果を発動し、一気に敵の HP を削ります。今回はメゲルダの HP 残量が低かったので、初ターンでバフを使うことにしました。残り HP が多かった場合は、2ターン以後に使った方が1枚を節約できます。目がくらむだろう。2ターン目、バフはまだ来ませんので、ターゲが変わらないように、なるべく味方全員が攻撃して、均等に HP を回復してください。相手になろう。私の番ですね。4ターン目、メゲルダが回復できるように、闇メリの必殺技で敵のバフを解除してから、メゲルダの必殺技を打ちます。私の番ですね。気づいたか？5ターン目、バフが来ましたが、全回復できるようにゆっくりやります。ラストターン、バフを使って回復し、HP が2番目低いゴウセルから攻撃して、フレイの必殺技で倒せるように、闇メリの必殺で敵のバフを解除してから打ちます。そうすることで、敵の回復を邪魔する特殊戦士が消えて、全回復しやすくなります。2層クリアです。太陽は沈んでもまた戻る。3-1です。3-1は敵が2ターン目に攻撃力アップのバフを使って強い攻撃してきますので、初ターンはメゲルダの札2枚、フレイの構え解除、闇メリの単体札を使って、味方の特殊戦技と必殺ゲージを貯めます。2ターン目、なるべくゴウセルの生物効果を発動して、攻撃で回復してから全員の必殺を貯めます。次のターンは敵のゲージ量と味方の HP 割合で攻撃する順番を決めます。3ターン目、この編成は一番ケアすべきなのは闇メリとゴウセルの HP です。闇メリの必殺技は次のフェーズのために、ここでは使えないので、敵のゲージを 0% にして、闇メリの貫通札で敵を倒します。
味方の HP を回復しやすいために、最初からメゲルダの必殺技から使って、次は一番回復しやすいプレイ、ゴウセル必殺の順番で攻撃してください。もし、ゴウセルの必殺レベが低い場合は、2ターン目は単体札を使わずに、最後はゴウセルの必殺技、プラス単体札で敵を倒してください。その代わりに、闇メリは2ターン目で多く攻撃したら大丈夫です。3-2です。3-2に入った時に、ターゲになっているメゲルダはまだ若干柔らかいなので、メゲルダと闇メリの特殊戦技を積極的に貯めてください。そして最後のフェーズ3で、ゴウセルの生物効果をうまく連続で発動できるように、なるべくゴウセルのデバフを使わないようにしてください。2ターン目、このターンから敵は2ターンごとに構えますので、フレイの札がなかった場合は闇メリの必殺を貯めてください。3ターン目、このターンから敵が必殺技を使ってきますので、闇メリの必殺で構えを解除してからメゲルダの必殺と単体札で敵の必殺を止めながら闇メリのゲージを2個増やします。フラー次第で闇メリの必殺技を構え解除のメイン手段にして、プレイの構え解除札をまだ同札の段階で処理したら、札が整理しやすくなり、必殺減らし札も入りやすくなります。4ターン目、闇メリの必殺を貯めながら敵の HP を削ります。そろそろ倒せそうの段階は、あえてゴイセルの必殺を打たないようにして、敵を倒す前のターンにしたら、ゲージをコントロールしやすくなります。5ターン目、闇メリの必殺技から攻撃して、一気に敵のゲージを削ります。ちなみに、必殺技の弱点露出を出している場合は、構え解除の性能を持つ、闇メリの必殺技は、ゲージを 15% 増やした同時に 4% が減ります。早い段階で必殺技の弱点露出を出してしまったら、結構やりづらいです。6ターン目、ゴウセルのゲージを4つまで増やして敵を倒します。ラストステージ3の3です。ゴウセルの生物効果を発動し、敵の HP を 70% 以上に削ります。このフェーズに入った時に闇メリのバフが不足しがちなので、プレイの特殊戦技のバフに合わせて、最大8個まで貯められます。なので、今回のようにプレイの必殺技から攻撃してください。プレイの必殺レベが低い人は闇メリの必殺技と同時に使うのもありだと思います。2ターン目、闇メリの銀札1枚で十分 70% 以上に削られますが、フレイの必殺を貯めるのと、闇メリの単体札が入りやすいように、どんどん札を処理してください。そしてこのターンから敵は2ターンごとにランクダウン攻撃をしてきます。ゴウセルのランク2以上の札を1枚にして、次のターンにゲージを1個増やせれば、もう1回生物効果を発動できます。
3ターン目、次のターンに敵の構えを解除するために、闇メリの必殺技以外のスキルで敵の HP を削ります。目がくらむだろう。そして4ターン目、敵の構えを解除してから他のスキルで追撃します。目がくらむだろう。5ターン目、ゲージが 0% になったので、ゴウセルの生物効果を発動し、フレイと闇メリの必殺技を貯めながら敵がステイアップする前に、なるべく HP を削ります。そしてラストターン、強いスキルで敵を倒します。ニーズホック3層クリアです。この後に敵がステイアップ後の立ち回りと装備を全部つけた状態の5ターンキルをお見せしたいと思います。どっちもヤバすぎて、ぜひ見てみてください。それでは、ステイアップ前のターンからご説明します。ゲージは残り 7% なので、HP を 2.5 割以上に削れば大丈夫です。敵がステイアップ後に一番大事なのは、敵の HP を削りたい時に、ゴウセルの生物効果を発動できるかどうかです。その次に大事なのは、メゲルダの札が来てくれるかどうかです。メゲルダの札が1枚さえあれば、敵の必殺を止めたり、和風で浄化したり、味方のゲージを増やしたり、だいぶやりやすくなります。皆さんにステイアップ後の動画で一番お見せしたいのはもちろん、ありえないほどの火力ともう一つはメゲルダの耐久性です。このターンから敵がステイアップし、ランクダウンと必殺技の攻撃をしてきた後に構えます。必殺減らし札がないので、メゲルダの必殺技で自分の HP を回復して、闇メリの必殺を貯めれば大丈夫です。ラストターン、聞き間違いではありません。ラストターンです。構えを解除した後に強いスキルで敵を倒します。早速ですが、装備をつけた状態の5ターンキルをお見せしたいと思います。初ターンは同じくゴウセルの生物効果を発動し、闇メリの必殺技を打った後にメゲルダのスキルで少しずつゲージを増やします。
2ターン目、フレイの必殺を打った後に自分とネゲルダのスキルでゲージを増やします。やばすぎてはロタ。ゴウセルのフダーが敵にランクダウンされて自然的に重なったら生物効果の発動できるターン数は1ターン減ってしまうので要注意です。3ターン目、敵が構えますので闇メリの必殺を貯めます。4ターン目、構えを解除した後に、他のスキルで追撃します。次のターンにフレイの必殺が入ってきて、ほぼ敵を倒せると思うので、あえてゴウセルのデバフを自然的に重なるようにしました。ラストターン、強いスキルで敵を倒します。ニーズホック3層クリアです。皆さんいかがでしたでしょうか。フレイの生物効果と闇メリの特殊戦技と一緒に合わせて、かなり味方を守ってくれます。さらに、フレイの特殊戦技のバフと闇メリの増幅はかなり高相性で、同札1枚で70万以上のダメージを出してくれます。もちろん一番仕事してくれるのはフェスゴウセルの特殊戦技と生物効果です。クリティカルを出してくれないとそれほどの火力が出ませんので、フレイやなしでこれはなかなかすごいじゃないですか。これで少しでも3層を安定してクリアできる人が増えたら嬉しいです。他の編成の必殺レベが低くて安定しませんとか、この編成を真似できる人がいたらぜひやってみてください。これからも色々編成を考えたり、動画を出しますので、よろしくお願いします。長い時間ご視聴ありがとうございました。それではまた。